カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。今週は次回の歌会でレモンさんからいただいたリクエスト曲、ドラマ賢い医師生活 OST の I Knew I Love という曲をカバーします。今月はリクエスト企画ということで皆さんからいただいたリクエスト曲を順にお届けしておりますが、今の時点で11月を賢い医師生活 OST 縛りの月にしようと思っております。で、1曲はすでに歌おうと決めている曲があるんですけれども、その他3週分のリクエストをね、また別口で募集しようと思っています。賢い医師生活の OST からシーズン1、2どちらからでも大丈夫ですので、好きな曲ですとか歌ってほしい曲がありましたら、ぜひ概要欄の質問箱からお願いします。これまでに歌ってない曲で韓国語の曲であれば何でも OK です。で、今まで歌ったのが華麗ではない告白というキュヒョンさんの曲と、それからチョンミドさんの I Knew I Love はね、次回の歌会でカバーしますので、それ以外であれば何でも大丈夫です。で、シーズン2の OST になっているボンジョビの It's My Life はちょっと省きます。これはね、英語の曲なので。でも私も実は医学生時代にバンドで It's My Life をカバーしたことがあったので、これ非常に懐かしい気持ちで見たシーンだったんですけれども、最近はちょっとね It's My Life だと中山きんに君のイメージが強くなってしまってですね、なんかっていう光景がね浮かんじゃいますよね。そういう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。さて、この番組で毎月話題にしている私の人生ドラマ賢い医師生活ですが、今回は出演俳優たちの歌唱力の部分にフォーカスして、彼らの歌い方の特徴や私のおすすめの歌唱動画などを紹介したいと思っております。まず賢い医師生活の中心人物は1999年に医学部に入学した同期5人組という設定で、彼らのことを通称ククズというんですが、このククズ5人のうち4人の俳優がミュージカル経験者なんですね。チョンミドさん、チョジョンソクさん、キムデミョンさん、ユ・ヨンソクさんの4人です。そしてもう一人のチョン・ギョンホさんはミュージカルの経験はないものの、ドラマの中でミュージシャンの役をされていたり OST を担当して歌われていたりするので、皆さんね、もともととても歌が上手な方たちです。特にチョン・ミドさんはこのドラマに出演するまでずっとミュージカルを専門にしてきた方なので、歌唱力がねめちゃくちゃ高くて、発音のバランスもねとってもいいですね。逆にドラマの中では音痴の演技をするんですけれども、その時はねあえてもともとすごくいい発声のバランスを悪くするっていうこともできて、本当にね発声が自由自在にできる素晴らしい技術をお持ちです。このドラマにはククズ以外にもミュージカル俳優が多く出演しています。代表的なところだとイクチュンの妹イクスンを演じていたカク・ソニョンさん、それから胸部外科のレジデントトジハク先生を演じていたチョン・ムンソンさん、産婦人科レジデントのチュミナ先生を演じていたアン・ウンジンさん、この方々皆様ミュージカル俳優さんでございます。特にイクチュンとイクスンがシーズン2でカラオケで兄弟デュエットを披露するというシーンがあって、そこでカク・ソニョンさんが歌を披露するんですけれども、めちゃくちゃ上手でしたね。透明感があって抜けのいい歌声でね素晴らしかったです。そして、胸部外科レジデント役をやっていたトジェハク先生を演じてたチョン・ムンソンさんはミュージカルでチョン・ミドさんとダブル主演をされていて、ドラマの前から親交が深いそうです。またチョジョンソクさん、ユ・ヨンソクさん、チョン・ムンソンさんは皆さん歴代のヘドビクというドラッグクイーンのミュージカルで主演されています。それぞれね歴代の主演をされてるんですね。なのでミュージカル界で主演級を演じている方々がドラマに集合して出演しているという点もこのドラマの面白いところだと思います。
そして今回はククズたちの歌唱力について解説していきますが、チョンミドさんは次回の歌会で解説しますので、今回はね男性陣を中心にお話ししていきますね。まずイクチュンを演じたチョ・ジョンソクさんは高校時代にクラシックギターのプロを目指して大学ではギター専攻をしようとして何回も受験したっていうエピソードがあります。でもなかなかギター専攻には合格することができなかったので演劇科に入学されたそうなんですね。なので若い頃から音楽経験が豊富でギターを弾きながら歌ってても余裕があると思いますね。で、もともとは映画俳優を目指していたんですが、ミュージカルとしての才能があるっていうことで大学在学中にミュージカルを勧められて、でそれが関係者の目に留まって最初はねミュージカル俳優としてデビューされたんですね。なので発声の基礎も音楽的な基礎もしっかりある方です。チョ・ジョンソクさんの歌唱技術の特徴はピーンと張りのある高音ですね。楽器に例えるならもうバイオリンの音が私は思い浮かぶんですけれども、かなり高いキーまでピーンと張りのある声を出すことができます。特にシーズン2の OST になっていたトイのヨジョニアルンダウンジ Is it still beautiful っていう風にプレイリストでは出てくるかもしれません。それからブラウンアイズのボルソイルリョン、これは Already One Year という題名で多分プレイリストには出てきます。これらの曲は普通に女性が原曲キーで歌ってもちょうどいいぐらい結構高いんですよね、サビの部分は。なので男性からすると高音を連発するしんどい曲だと思うんですけれども、しっかり歌いこなされていたのが印象的でございました。チョ・ジョンソクさんはピーンとした高音が特徴的なんですけれども、張り上げて出しているわけではなくて、声帯は薄めに合わせつつでもしっかり閉鎖はしているっていう歌い方なんですよね。なんで裏声のかなり高いところまで息が漏れることなく芯のある響きっていうのを出すことができます。でこれは習得するのがすごく難しい技術なんですよね。声帯っていうのは粘膜なんですけど、その表面は粘膜なんですけど、その下はね筋肉でできてるんですね。チョ・ジョンソクさんのようにピンと張った伸びのいい高音を出すっていうのは声帯を合わせる筋力がしっかりありながらも同時に力を入れすぎない、最低限だけ声帯をしっかり合わせるっていう技術が必要なんですね。本当にさすがの歌唱力だと思います。そしてお二人目はユ・ヨンソクさんですね。ユ・ヨンソクさんはねまず体格がいいんですよ。肩幅が広くてもう首もしっかりしているので、多分ね声帯そのもののサイズも大きい人だと思います。息混じりに歌っても高音も裏声で歌っていても同時に低い方の響きも鳴っているような豊かな響きを持っております。でユ・ヨンソクさんも本当にいろんな歌い方ができて表現の幅が広い方なんですね。であまり声を張らなくても鳴る人なんですよ。体格がいいんで。でもそういう人が声を張るともう爆発的な声量が出るんですね。でユ・ヨンソクさんの動画で一つ紹介したいものがあって、3月に紹介した歌手ハン・ドングンさんという方の曲なんですけど、Amazing You という曲があります。で韓国語の題名はクデラヌンサチ、君という贅沢っていう意味なんですけど、この Amazing You という曲があって、これもね中華として人気がある曲なんですけれども、この曲をねユ・ヨンソクさんがテレビ番組で歌っている動画があるんですが、この歌唱がね本当にアメージングなのでぜひ見ていただきたいです。でこの曲最後ね盛り上がっていってどんどんキーが高くなっていってミドルスオプソっていうところがあるんですよ。ミドルスオプソっていうのは信じられないっていう意味なんですけれども、もうそのフレーズのところがね本当にミドルスオプソな声量になるんですよね。で内容としては僕が君にこうして愛を伝えられる日が来るなんて本当に信じられないよっていうそういう気持ち、嬉しい気持ちの高まりを歌うとこなんですが、ここがね本当にすごい声量で体中鳴らして歌っています。ただやっぱ最後の方は結構なプレス発声っていうか声帯をギューって合わせる歌い方をされるんで、
喉を痛めないかちょっと心配にはなるんですけれども、やっぱ熱い感情がぐっと伝わってくる歌唱なんで、ぜひねこの動画をご覧になってみてください。概要欄に貼っておきます。そして次、チョン・ギョンホさんに行きましょう。ギョンホさんはね、ミュージカル経験がないけれどもとても歌がうまいというふうに紹介した方です。でギョンホさんも本当にね魅惑の低音ボイスなんですね。でククズのこの5人の中では最もキーが低いところを担当しています。で声は低いんですけど、発声のスタイルとしてはちょっと裏声寄りというか、あまり声帯を強く合わせずに柔らかく優しい声で歌っています。でこのギョンホさんのコーラスがあることでバンドの音がねめっちゃ豊かになってると思うんですよね。その音の豊かさっていう面で非常に大きく貢献していると思います。チョン・ギョンホさんはククズのバンドの中ではギターを担当しているんですが、この賢い医師生活の一作前のドラマで2019年に放送された悪魔がお前の名前を呼ぶときというドラマで作曲家兼ミュージシャンみたいな役をされているんですね。でこのドラマの中でエレキギターを弾きながら歌うっていうシーンもあったんですよ。でこの時は実際にギターを演奏していたわけではなくて、なんか弾く真似を習得して演奏の感じを出してたっていうことだったそうなんですが、確かにね賢い医師生活のバンドシーンを見ていても、なんかギターを持つ時の角度がこなれてる感じがね出てたのが印象的でした。でチョン・ギョンホさんはドラマの中ではすごいツンデレな役で、場合によってはねレジデントに怒鳴ったりとかする厳しい顔を見せていたんですけれども、実際はねめちゃくちゃお茶目でピュアな性格の方なんで、この役柄と本人のキャラが違いすぎるっていう点で監督もキャスティングを迷っていたっていうエピソードがあったそうなんですよ。でもねギョンホさんの胸部外科の先生の役、とっても私はハマり役だったと思っててすごく好きでした。そして最後、キム・デミョンさんのね歌唱技術の話に行きたいと思います。私は個人的にデミョンさんの歌声がとっても好きなんですよ。で透明感があって素朴な歌い方で癖がないっていうかね、喋ってる声をねそのまま歌ってるような感じを受けます。で歌になっても話し声と大きな落差がないように発声できるっていうのは、これね歌唱においてとっても大事な技術の一つなんですね。自分が自然に発声できるニュートラルなポジションをまず知るっていう意味があります。でその声をベースにして響きを増やしていくっていうのがポップスの技術の増やし方なんですけれども、最初のこの発声の位置を間違えちゃうと喉を痛める原因になってしまうので、歌声と話し声の落差がないっていうのがまず大事なことなんですけれども、そういう意味でデミョンさんの発声っていうのは教科書的だと思います。なんかね安心して聞いていられる心地いい声だなということで私は大好きなんですね。でキム・デミョンさんのキャリアもチョ・ジョンソクさんと共通するところがあって、演劇とかミュージカル出身の俳優さんです。なので発声の基礎がやっぱりしっかりあるんですね。声を張ったりとか、声を遠くに届かせるのに必要な筋肉って結構インナーマッスル系なんですけれども、これがねしっかり使えている声という印象を受けます。私はこの賢い医師生活までデミョンさんの出演されたドラマって2014年のミセンっていうドラマしか知らなかったんですけれども、ミセンの頃から歌はお上手でバラエティ番組で歌を披露されているのを見たことがあります。でこの番組でも何度か話題にしているユーヒヨルのスケッチブックという番組に出演された時に歌を披露している動画があるんですが、デミョンさんもかなり高いキーまで声が出るんですね。で地声の張りを保ったままバーッと発声できる方で、ユーヒヨル先生もねその歌唱を聞いて、いやもうめちゃくちゃお上手でしょという風にね興奮気味に MC をしている動画がありますので、これも概要欄に貼っておきます。そんなわけで今回は賢い医師生活ククズ男性陣の歌唱技術を中心に解説してまいりました。また概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。で11月の賢い医師生活企画以外でもま
た別にね普通にリクエストはいつでも募集しておりますので、それ以外でも構いませんので、ぜひ気軽に送ってください。 YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。ちょっと噛んじゃったな。